こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、透明感のある綺麗なイラストですよね。ただのうさぎさんの作品で、タイトルは裏路地での開口。オリジナルキャラクターのシノという女の子です。最近の自信作で透明感のあるアニメ塗りを目指して描きました。最近絵を描き終わった後にもっとよくできるはずなのに何をしたらいいのかわからないということが多発しています。また自分の絵を客観視できてないと思うことが多いので、先生から見て改善できる部分がありましたら何でもご教示いただきたいと考えております。はい、ただのうさぎさん、ご応募ありがとうございます。まずですね、自信作っておっしゃってるだけあってもうめちゃくちゃ色が綺麗でね、引き込まれるイラストです。最近のね、流行りの透明感のある色使いをできていますし、その色使いを自分の絵柄にうまく取り入れて、すごくね、こう引き込まれる絵作りができていると思います。素晴らしいです。ただですね、作者のただのうさぎさん、すごくね、目標が高くてもっとよくできるはずなのに何をしたらいいのかわからないというお悩みをお持ちなんですね。はい、そういう目で見るとですね、そうなんですよね。この絵ですね、一見もう手を入れる部分が見当たらないぐらい完成度が高いので、パッと見どこも修正する部分がないように見えます。はい、それはそうなんですが、でもじーっと見ているとですね、なんか物足りないような、そんな感じもしてきてしまう。うさぎさんのその気持ち、僕もね、すごくよくわかります。でね、最初僕もその違和感の正体がわからなかったんですが、なんだろう、どこだろうってね、じーっとよく見ていたら、違和感の正体、わかりました。はい、ということでね、もう結論言っちゃうんですが、このイラストが完成度は高いのに、なんかしっくりこない原因はですね、見ている人にどう思ってほしいのかが、ちょっとね、こう、整理できていない部分があるんです。そこがこうしっくりパズルがねこううまくはまっていないせいでですね、なんかちょっと違和感だなっていうこうしっくりこなさにつながっているんですね。はい、もうちょっと何言ってるかわかんないよって思った人もいると思うんですが、大丈夫です。今回の添削は要点はねもうめちゃくちゃ少ないです。なんでかっていうと、もう見ての通りね、絵のクオリティとかあとはキャラクターの可愛らしさはもう文句ないんですね。なのでその部分はねもうほぼ直しません。ある一点だけに注目してそこを修正するだけなんですね。ですがそれだけでこんなにも印象変わるのかっていう気づきを得ていただけると思います。もしかしたらね、視聴者さんの中にも自分の絵これ以上直すとこないよ、見つかんないよって思っている人は、もしかしたらね今日お伝えするポイント、そこだけ押さえるだけでこれだけ変わるよっていうことを知っていただける回だと思います。はい、なのでぜひぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、何をするかっていうと、普段はそんなあんまりしないことをします。こうですね。はい、画面下の部分に少しね空間を作りました。画面をね縦に広げたわけですね。はい、これなんで下に広げたと思いますか？この部分ですね、ちょっと言語化が難しいんですが、もう少ししたら感覚的に分かっていただけると思います。はい、まずは先に進みますね。広げた分、キャラクターがぶった切れてしまいましたので、ちのちゃんの下半身を描き足していきます。やってみます。こはい、まだ途中なんですけどね、こういう隠れた部分を描いていくときにはこんな風にこうパーツ分けしながら描いていったら結構描きやすいと思います。隠れている部分描くの難しいですよね。でもね、こうやってパーツ分けしながら描くと頭の整理ができていいと思います。続きやっていきます。はい、こんな感じで下半身を書き足してみました。ですね、ここでなんで画面を下に広げたのか頑張って解説してみます。この作品ですね、パッと見た時に僕は一言で言うと、ゴミ捨て場で捨て猫みたいな女の子を見たというメッセージを受け取ったんですね。違ったらごめんなさいね。僕はそういうメッセージを受け取ったってことです。多分合ってるんじゃないかなと思います。それはなんでそう思ったのかっていうと、ここがゴミ捨て場だっていうことは、このね女の子の奥にあるゴミ箱と、あとはこう無造作に本投げられているこの三つ穴ブロックが物語っていると思います。あとはよーく見るとこういうね張り紙だったりとかちょっと汚らしい描写もありますし、あとはなんかこの
トタンの壁なのかな。割とねこの辺の作りも雑なことが分かりますよね。はい、なのでこの他の部分にもゴミが散らばっているんじゃないかなということが想像できます。そこからもここがゴミ捨て場だということが伝わってきます。はい、あんまり綺麗な場所ではないんですね。でそこに女の子がしゃがみ込んでいる状況、これはですねこの女の子も捨てられた存在、ゴミのように扱われた存在なんだっていうことを暗喩しています。そこまではねこうコンセプトがいいんですが、なんだろう、こう捨てられた感じっていうのがいまいちこう瞬間的に伝わってこなかったんですよね。なんかこう見方によっては猫の世話をしている優しい女の子のようにも見えてしまっている。それがこの絵の印象を弱めてしまっているなと感じました。なのでこの女の子も捨てられた存在なんだっていうことを強調したいんです。でまずどうしたのかっていうと、捨てるっていうのはどこに捨てるのかってやっぱね分かりやすいのは地面だと思うんですよ。地面に物が落ちているとそれは捨てられたものなんだっていう風に伝わりますよね。それは人間も同じです。この子がね捨てられた存在なんだと感覚的に伝えるにはこのようにですね地面に設置している部分も書いてあげた方がより捨てられた感じが伝わるんですね。はい、なのでこのように画面を縦に伸ばして地面との接地面を書いてあげました。さて下半身を描いたら少しですが上半身とのつながりが不自然に見えるところがありますね。微調整していきましょう。はい、こんな感じ。すごくね細かいことなんですが、でもね膝に伸ばして膝を抱えているような体勢なので少しだけ前かがみにしてあげても自然かもしれません。はい、キャラクターについてはあと数ポイントだけです。僕がねしのちゃんのすごく好きな部分は、そんなね捨てられた状況でも別に自分の状況をね悲観することなく、無表情ではありながらすごくね力強くこちらを見返してくるその目力の強さです。なのでもう少しだけこの目周りを書き込んであげた方がより目力がアップして印象的な感じになるのではないかと思います。はい、やってみます。はい、こんな感じ。眉毛をね透けさせるかどうかは好みによりますが、今回は透けさせてみました。これはね好みですね。あんまりねがっつり変更を加えたわけじゃないんですが、これとこれとこれいかがでしょうか。ほんのちょっとだけ目力がアップしたような感じがしますよね。目周りってねこれだけのことで印象が変わったりするので、もし皆さんが絵は完成したんだけどなんか一味足りないなと思ったら目周りをもう少しだけ書き込んでみてください。それだけで完成度が1段階グッと引き上げられるかもしれません。それとこれは好みですが、こんな風にしてももう少しだけ印象が強まるかもしれませんね。やってみます。はい、髪の毛のハイライトを少しだけ増やしました。手数としてはねもうほんのちょっとなんですが、目周りと前髪周り、ここの密度をアップさせるとキャラクターの印象が強くなりますので、何か足りないなと思ったらここにも手を加えてあげるといいかもしれません。さあキャラクターについてはもうこれだけです。でね今回の添削ここからがすごく大事な部分なんですね。それはどこかっていうと、はいこの猫なんです。このイラストですね、添削前がなんで印象が弱くなってしまったのかっていうと、ひとえにねこの猫が原因なんですよ。ごめんなさい。猫を修正する前にまずねこの手前側の壁を加筆しますね。ここ割と大事です。やってみます。はい、手前の壁を加筆してパースが分かりやすいように横の線をね入れました。これ横の線結構大事です。なんで大事かっていうと、この横線がねこう入ることによって見ている人がこの女の子を見下ろしているんだっていうことが伝わりやすくなります。見下ろしている、つまりしのちゃんは自分よりもかなり低いところ地べたに座り込んでこちらを見上げている感じが強調されるわけです。はい、こういう細かい部分でもしのちゃんの捨て猫感、捨てられた女の子だっていうことが強調できるわけなんです。
意外とね細部も大事でしょ。はい、でですね、お待たせしました。このね猫です。このイラストですね、実は決定的に演出を間違ってしまっている部分があって、それがねこの猫の描き方なんですよね。はい、ごめんなさい、間違いはねちょっと言い過ぎかもしれないですが、この猫のせいでちょっとこう分かりにくくなってしまっている部分があるので、まずは見てください。僕だったらこうします。はい、猫の向きなんですが、こちらを向かせました。原作前はですね、猫はしのちゃんに懐くように目線をしのちゃんに投げかけていたんですね。それを画面こちら側の見ている人に向けたってわけです。一体これで何が変わるのかっていうと、これですね、しのちゃんの立場がガラッと変わるんですよ。添削前の猫をしのちゃんに向けている状態だとですね、この猫はしのちゃんに構ってほしい感じが出ます。つまり人間対猫の関係ですね。遊んでとか餌ちょうだいとか、あとは撫でてとか、何かは分かりませんが、何かしてほしい感じっていうのがしのちゃんを見上げている猫の目線に現れてしまうんです。じゃあそれを画面手前側に向けることでどうなるのかっていうと、画面手前側にはですね、見ている僕らがいますね。で僕らが近づくと猫はどうなるのかっていうと、こう近寄った瞬間にね、こうバッて一斉にこちらを警戒しますよね。つまりしのちゃんもこっちを見る、猫もこっちを見る、2人とも同じくこちら側を警戒することで、猫としのちゃんは同じ存在、仲間であることが、この1人と1匹の視線を合わせることで表現できてしまうんです。はい、ただですね、ちょっとこれだけだとまだしのちゃんの捨て猫感は薄いままだと思います。もう少しね、パッと見で分からせるためにはこうするのがいいと思います。はい、猫の数を増やしましょう。これ多分ですよ、このね添削前の絵から僕感じ取っちゃったんですが、おそらくただのうさぎさん、この絵をどうすれば良くなるのかってうすうす感づいていたんじゃないのかなって思うんですよね。これですね、なんでか理由は分かんないんだけど、でももうちょっと画面を広げたら良くなりそうだなとか、あとは猫も増やした方が良くなるかもなってうさぎさん分かってたんじゃないですか。でもうさぎさん、おそらくちょっと面倒くさいなって思っちゃったんじゃないでしょうか。だとしたらね、その気持ちはちょっと分かります。確かに接地面を描いたり、あとは猫の数を増やすっていうのは、結構ね面倒くさいと感じてしまう部分ではあるんです。だからその部分を巧みに避けて、描くのがね面倒な部分をはしょっているように僕には思いました。それでね事足りる場合も確かにあるんですが、ちょっと面倒くさかったせいで良さがごっそりと失われてしまう場合もあるので、そこはね注意してください。さあ、まだ猫足りません。少なくとももう一匹描き足しましょうか。はい、奥のゴミ箱の上にもう一匹書き入れました。こんな感じで一斉に猫が画面のこちら側を向いていて、でその上でしのちゃんも一緒になってこちら側を向いている。そうすることで、あ、この子も猫なんだな、猫と同じような存在なんだっていうことが理屈ではなく印象によって見ている人に伝わると思います。あとですね、ちょっとした小技なんですが、もっと猫を描きたい、でもやっぱ面倒、なんとかして楽して増やせないかなと思ったら、こんなのもありです。はい、尻尾だけ描いてあげました。これだけで1匹増やせましたよね。はい、時にはこんなズルをしても楽でいいと思います。ちょっとね手前にあるのでぼやかしてあげましょうか。はい、こんな感じ。あとは最後の仕上げ、こうです。はい、スクリーンレイヤーで光の反射光を書き入れてあげました。これはね好みによりますね。あってもなくてもいいと思います。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。
いかがでしょうか。キャラクターのね印象自体、可愛さ自体はもう全然変わってないんですが、でもね作品全体を見た時の伝わってくる印象が変わったと思います。はい、今回の添削は見ている人にどう思ってほしいのかがテーマでした。それをね僕は、もしかしたらね作者さんが想定したメッセージは微妙に違ったのかもしれませんが、僕はそのメッセージをまるで捨て猫みたいな女の子と裏路地で出会ったっていうことだと想定したわけです。でそのメッセージがね伝わりやすくするためにキャラクターはほとんど変えることなく設置面を書くことで、そしてしのちゃんと猫の目線を合わせることでしのちゃんの捨て猫感をさらに伝わりやすい形で表現することができるよということをお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。今回のように特に目線によって違和感が生じることって意外とたくさんあると思いますので、なんかしっくりこないな、でもなんでだろうって思ったら画面に登場している人物あるいは動物の目線を疑ってみてください。もしかしたらそれがこれだこれだってねしっくりくる絵作りの最後の1ピースになるかもしれませんよ。それと今回の絵は結構俯瞰気味の構図になっていて、描くのが難しい角度でキャラクターが描かれていますよね。でも角度をつけることでキャラクターの見た目が一気に良くなることもあります。でもキャラクターに角度をつけるのめっちゃ苦手、そんな人はですねこちらの動画気まぐれ添削147キャラを見せるための大事なことブルアカ優香をご覧ください。正面の絵をね煽り構図にした回なんですが、キャラクターに角度をつけるときに大事なポイントを知っていただけると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。